よいしょ。よいしょ。やっぱりカスがいっぱい下には落ちてるな。ボロボロ取れちゃう。いやー、懐かしいね、この感じ。ずいぶんなんか地味な部屋になった感じがするね。でこういう白く見えるのはワックス塗った上にアルコールスプレーとか吹いちゃったから、こうやって白くなっちゃってる感じなんですけど、これはまあ坊ちゃんのおしっことかそういうのではないんで、ただちょっと一回ね、床きれいに拭いて殺菌もしておこうね。せっかく剥がしたからね。よし、綺麗になってさっぱりした。そうしたらいよいよパズルマットの新しいの貼っていきたいと思うんですけど、これ貼り方はよく見える方の角からスタート。この場合は向こうはあまり目が届かないんで、最後辻褄合わせを向こうに持ってって、スタートはこっちの面なんだけど、一番目に入るのはここなんだけど、ただ目線的に一番メインがこっちなんで、こっちの角が一番ベストかな。なのでここからスタートして貼っていきます。予備も買ってあるんで、だいぶ多めに用意はしてあるんだけど、まずこれがベージュですね。で前のパズルマットよりもちょっと厚みは薄いんだけど、ホームセンターのよりは全然値段が安いんでいいかな。でこっちが黄緑色みたいなグリーンですね。この組み合わせが一番この部屋は合ってるかなと思って。で一応横の部材もセットでついてるんで、やっぱりちょっと角がね決まらないんだよね、これだとね。ついてる横の部材がみんなこの形なんで、これだとね普通に合わせると角がこうなっちゃうんですよね。
だから一番端だけこうして、これでちょっと切って無理やり合わせようか。でもあれか、こっちは横の部材はベージュにしよう。どうしてもこう隙間は絶対に空いちゃうけどね、ここねちっちゃく埋めとけばいいかな。でこんな感じですね。よし、ここからはね、OK。これはあれだね、こっちは横はめないで切っちゃえばいいかな。こんな感じだから、ここね一個一個この山を切って入れていくっていう感じになりますね。で問題はこれだね。これはちょっと完全に切り取って作っちゃう。まあでもこれ切るのは簡単ですね。ハサミで簡単に切れるんでぴったり。ある程度潰れるからちょっとね雑に切っても結構ぴったりに見えるんで、こんな感じで潰れるからね。まあ幸いこの横の部材はいくらでも余るんで部屋が広いから。よし OK。で最後の難関は穂か。この板ももういいや。そっか、じゃあ穂だ。よし。
これがこれで、これがこれで、この切ってやるやつがこっちで、これがここで、次ラスト。よし、最後の1枚が完成しました。これを入れて作業完了です。入ったー。いやー、綺麗だね。うん、いいいい。あ、さくらが来た。じゃああれだね、猫たちも待ってるみたいだから猫たちを迎え入れようか。それでは猫たちどうぞ。最初に来るのは坊っちゃんもいた。ほら、なんかすごいことになっちゃったね、坊ちゃん。さくら、大丈夫だよ、さくら。入ってみな。あ、あずきも来た。床新しくなったね。あ、猫吉来た。ほら、猫吉。あずきも。新しいマット気持ちいい、あずき。